Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。Today, I'd like to share a story about a woman in her 80s with hearing loss who has learned to distinguish between B and V. さて今日は80代聴覚障害のうちの母が2日で B と V の発音を習得した話をします。英語で V の発音ができないと結構通じないですよね。カフェでバニラなんとかを注文してもバナナなんとかが出てきたりしますからね。それでうちの母が V に挑戦します。それで他の動画でも説明したんですけど、L と R は1日でできるようになったんですよね。でも V は1日目はできなかったので、2日でというタイトルにしました。父は V は1日でできたんですけど、母はできなかったです。これ面白いんですよね。人によってすぐにできるようになる音と苦戦する音が違うんです。おそらく理由の一つは、こういうことかっていう気づきのポイントをたまたますぐに見つけられるか、たまたまなかなか見つけられないかなんじゃないかなと思います。まずうちの母はどういう人かというと、20歳くらいの頃中耳炎を繰り返してちゃんと治療しなかったせいで片耳が聞こえなくなったそうです。それで年を取ってからは聞こえる方の耳もほとんど聞こえなくなって、補聴器をしないとほとんど会話ができないという感じです。一応障害者手帳も持っているので本物の聴覚障害と言っていいと思います。例えばネイティブの lumpっていう音を聞かせても、この M、が聞き取れなくて、lap に聞こえてしまうらしいんです。日本語の魔行とな行の違いとかの聞き分けも苦手ですね。だから外国語の発音に関しては適性が限りなく底辺に近いタイプの人かなと思います。そういう人が B と V を果たしてできるのかというのを検証してみます。まずレッスン前。B, B, V, V。V の場合は、カタカナで書くときにうに点々で書いたりすることもあるので、多少違う音っていう意識はあるみたいですけど、でも英語ではどういう音かを知らないので、自分のイメージでやってるっていう感じです。それで、B は日本語の馬行とほとんど一緒なんで、細かい点はね、ちょっと違うんですけれども、それはもっとずっと上のレベルの話なので、この時点では V の方だけ教えました。でも、1日目はどうしてもできませんでした。それで2日目はちょっと進歩したので、聞いてみましょう。V, V, V。それっぽくなったかなと思います。でもそれより驚いたのは、ネイティブの B と V の音声を聞かせると、はっきり違いが聞き取れると言ってサクサク聞き取るんですよ。聴覚障害の人がですよ。もちろん補聴器はしてますけど、これは驚きです。さっきも言ったように、微音が聞き取れない耳でも B と V は関係ないです。あと母は音痴というか歌う時に全く音程が取れないんですよね。そのせいかイントネーションの違いの聞き取りには苦労するタイプです。でも当たり前かもしれないですけど、音痴なことと B と V が聞き取れるかどうかは関係ないようです。B と V の違いは周波数が関係ないですからね。ただ V と F が聞き取れないんですよね。これはもう聴力の問題でしょうね。で、発音の方はそれから3週間くらいあまり変わらなかったんですけど、ちょっとアプローチを変えてだいぶコツをつかんできました。V, V, V。それで動画を見ていただいている方で B と V の違いが聞き取れないという方のためにビジュアルでお見せします。これがネイティブの B です。B。何も難しいことを考えずに見ていただきたいポイントは、こういう風に突然始まるんです。突然色が濃くなりますよね。一方 V は V。こうやって徐々に色が濃くなっていきます。うちの母もこういう風に B, B は突然色が濃くなりますけど、 V。V は徐々に色が濃くなります。ちゃんと区別できてるんですよ。ちゃんと B と V に聞こえます。ただ他の動画でもお話ししましたけど、L と R は10日くらいしたら単語の最初ならそこそこスムーズに言えるようになったのに対して、V は3週間経ってもまだまだ頑張って発音してるっていう感じですね。スムーズに言えるようになるのにはどれくらいかかるかっていう感じです。でも別に V の方が L や R より難しいということではなくて、この人は V の方に苦戦しているということです。逆の人ももちろんいます。勝因は外国語の発音に興味を持ってくれたことですね。きっかけはうちの妻が中国人なんですけど、中華料理屋に行った時にうちの妻が中国人のお店の人と中国語でペラペラ喋ってたんですよ。そういうのを見て2言語以上喋れる人にすごく興味を持ったみたいなんです。で、僕が外国の人と英語で喋ってるのも時々見てるんですけど、それはね、何も感じてくれないのに、うちの妻が中国語を喋ってるとすごく興味を持ってくれたんですよね。親子はそんなもんですかね。あと、学生の頃は全然勉強しない人だったそうです。
でも英語は覚えることが多いから勉強しないと点が取れないですよね。だから学生時代は英語さえなければ自分の人生は違ったと思うくらい英語が嫌いだったらしいです。でも学生時代のトラウマと全然関係ない中国語を実践で使っている場面を見て、今回純粋に外国語が面白いと感じたことが良かったです。あと、virus とか vaccine とか V のつく単語も教えたんですけど、日本語のウイルスとかワクチンとあまりにも発音が違うからびっくりして、これじゃ日本人が英語を聞き取れるわけないし、日本人の英語が通じるわけもないね。他にも、今までの this is とか it is っていう言い方は一体何だったのみたいに日本人の英語の問題点に気づいたことも良かったかもしれないですね。やっぱり何かのきっかけで興味を持つっていうことが年齢とか適性よりもはるかに大事かなと思います。皆さんも P と V に苦労してたらこれが何かのヒントになればと思います。この動画が少しでも面白いと思っていただけたらいいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。